必ず守っている自分との約束はあります。今やりたい美容施術はありますか。有沙ちゃんが好きな YouTube 初めての彼氏は大学2年でできたので投資していますか。ペット飼わないんですか。こんにちは、上野有沙です。今日はですね、月に1回の Q&A ということで Q&A をやっていきたいと思います。まずはタイマーをかけて、はいやっていきます。いつも、毎月みんな質問やら相談やら送ってくれてありがとうございます。この企画をね楽しみにしてくれてる方もいらっしゃるので、いろいろ答えていきたいと思います。すごいたくさん来てる。ありがとう本当に。じゃあ一番最初に来た質問をね必ず拾うようにしてるので、一番最初に来た質問を答えていきます。今の彼氏の元カノが気になります。私よりも可愛いから嫉妬してしまいます。まあ私も元カノ NG っていうか元カノ嫌い。元カノ好きな子、たまにさ元カノと仲いいとかいう子もいるけど、私はあんまり理解できないし、気になっちゃうのはしょうがないけど、でも自分より可愛いから嫉妬するっていうのもちょっと違くない？なんかけどさ、その可愛い子と別れてるのに自分を選んでくれてるってことは、自分はその子とせめてっていうか同じレベルというかのように彼はさ好きになってくれたわけじゃん。だから見た目を気にする必要はないし、逆に自分より可愛い、やだよね可愛い。なんか不安になっちゃうんだろうね、多分自分より可愛いとって思ってると、もし向こうが復縁しようって言ったら私より可愛いから彼が戻っちゃうんじゃないかとか思っちゃうかもしれないんだけど、そんなにないんじゃない、元カノと復縁することはって思うんだけど、どうなんだろう。気にしなくていいですよしか言えないというか、私より可愛いかどうかっていうのはもう本当に関係ないし、むしろそんななんか可愛い元カノがいるのに今は私なんだっていう自信につなげる転換ができたらいいんじゃないかなと思います。気にしなくて全然大丈夫だよ。仕事の上で学歴は大切だと思いますか。これね、私の業界は中卒の人とかも多いし、学歴がない方もすごく多いんですが、ぶっちゃけ関係ないだろうね。ぶっちゃけこの結構クリエイティブ系の仕事だと学歴よりスキルの方が大事だから正直関係ないけど、私は大卒なんだけど、大学出たんだけど、分かる時はあるな、この人大卒だなとか分かる時はあるけど、仕事の上で学歴は別に、だって仕事と学校って全く関係ない、やる分野にももちろんよるだろうけどほぼ関係ないから、学びが早い方がいい、取得が早い方がいいけど、習得がそれって別に学歴とか偏差値ってそんなに関係なくて、どちらかというと要領の良さだから、私はなんか頭がいいのも助かるけど、容量がいい子の方が私は仕事がしやすいかなって思います。ウケる。海外で海に行った時の荷物ってどこに置いてるんですか。いや普通にビーチに置いてる。やっぱ危ないから、そもそも海に行く日は最低限のものだけを持って海に置いて、ヨーロッパとかだとマジで置き引きとかスリが多いから、マイルズと代わり番号で入ったりとか、マイルズの方がめっちゃ心配性だから、私は結構もう盗まれたらもういいやみたいな気持ちのものを持ってってるんだけど、マイルズはもう全部身につけてこうやって海入ったりとかしてるかな。けど基本海の時は海の道具で行くようにしてます。旅行の時の予約はプラン決めは夫婦どちらがしますか。100私がします。マイルズさんにスキンケアをどうやって習慣づけてますか。私の旦那は全然やってくれません。とりあえず私のものを与えて、こういう順番でつけろって伝えて、けどやっぱサボったりしてたんだけど、マイルズ毛穴やっばとか言って、すんごい iPhone で画質のいいやつでね、こんなだよ大丈夫みたいなとか、あとなんか紫外線によってどれだけ皮膚が今後老けていくかとかいうリールとかを送りつけて、こうなるよみたいな感じで言って、でやらなきゃとか言って口では言うんだけど全然やんなかったんだけど、最近ここ 1,2 年ぐらいからだね始めたので、今はちゃんとやってるみたいで、ちゃんとクリームとかがなくなったらね、クリームなくなったとか言ってくるから、それでクリームをまた与えてみたいな感じでやってるかな。朝とか日焼け止めを塗り忘れることが、やっぱりスキンケアはできても日焼け止めが忘れがちだから、日焼け止め塗ったってめっちゃ効くし、もう日焼け止めを手に出しちゃう、マイルズの手に出したり、あとハンドクリーム、手もめっちゃ荒れてるからハンドクリームとかはもうすぐマイルズの手の上にのせる。そうするともう伸ばすしかないじゃん。
そんな感じでやっています。ちょっと深い質問ですね。必ず守っている自分との約束はありますか？難しい質問だな。けど自分が味方をできない行動はしないっていうのは、自分の中での約束とかいう風にわざわざ思うわけじゃないけど、もうそれは根底にずっとあって、自分の行動に対してこのいい部分の自分が味方をできないようなことはしたくないから、そこぐらいかな。あとは食べたいものも食べちゃうし、味方でいることが自分の中のルールみたいな感じで、味方でいられるような行動をしなきゃいけない、そういう自分でいなきゃいけないので、いいループだと思ってて、私はそれがだからそれを言ってるかな。ウケる。海外ドラマ見てると絶対かっこいい人出てきて理想と現実の差にふわってなるのどうしようだってなる。私はもう今ジェレマイヤにずっと前も言ったんだけど、いまだにジェレマイヤにめっちゃハマってて、もう見終わってるんだけど、ジェレマイヤ役名で呼んでる時点でやばいんだけど、ジェレのインスタとかが出てくると、冬服も似合うみたいな、かっこいいわってなるんだけど、それを現実世界に置き換えることはあんまりないね。戻ってきてください、現実にいません、あんなドラマみたいな人は。わかんない。韓国ドラマとか見てもあんまり私ね、韓国ドラマで男性に対してかっこいいとかいうなんかキュンとかはあるよ、そのシーンに対して。けどかっこいいってハマること、どうしても濃い顔が好きなのであんまりないんだけど、いないから気づいてドーンって現実を突きつけてますが、いいよね。それがさ、その現実にないから楽しいんじゃない？ドラマとか海外ドラマってって言ってるね。ない全切りです。ピラティスの他に何か運動されてますか？また食生活で気をつけてることがあれば教えてください。ピラティス以外に運動はしてないですし、食生活で気をつけてることありそうですか？ないね。いやでも、私多分すごいアリサちゃんよく食べる、美味しそうってみんな言ってくれるんだけど、これ我慢しないで食べたら本気でやばいと思う。お腹いっぱいにはなるんだけど、目の前で出されたら食べちゃうし、自分が好きな服着たいとか、こういう表に出てとか、でも表に出てなくてもさすがに太らないような努力はするのかな、多少はね。分かんないけど、でも食べ過ぎた次の日調整する気持ちでいたりとか、分かんないけど、そもそも添加物とかジャンク好きだけどずっとは食べないから、なるべく栄養素が高い食べ物とかを取るようには心がけてる。特に外食じゃない時で、外食はめっちゃ食べる。美味しいものをね。いつもアリサさんの Vlog 楽しませてもらってます。ありがとうございます。旅行中の生理問題はどうしていますかということなんですが、旅行中の生理問題も普通に日数分ぐらいのナプキン、タンポン、吸水ショーツ持っていきます。で、旅行中は吸水ショーツは手洗いだから、夜用を使わずに吸水ショーツって感じで、終わりかけは吸水ショーツなんだけど、私1日目2日目が結構量が多いので、そういう時は、もうタンポン、ナプキンにしています。東京だとちょこちょこ家に帰ったり私するので、外でもだけど、それをあんまりさ、旅行中って1日行ったりする時とかってやっぱ吸水ショーツって匂いが気になってくるから、それもあってナプキン、タンポンでも現地で足りなくなったら買うけど、大体足りるかな。だから持って行ってます。年々こだわり強くなり、一人が楽で一人行動増えすぎて自分が心配になります。いいね。私一人あんま好きじゃないんだよね。一人行動もするけど、やっぱ人といた方が私は楽しいし、一人が楽ってあんま思わないか。いいんじゃない？だってめっちゃ素敵なことだと思うよ。だって人に合わせずに自分の使いたいように自分で時間を使って自分のしたいことをして、自分が行きたいタイミングで行きたいとこに行くわけでしょ。それってめちゃくちゃ効率がいいし、めちゃくちゃ幸福度高いと思ってて、心配になるのは人と違うからとかわかんないけど、フォモっていうかさ、取り残されてるじゃないけど、多分友達とも会わなきゃっていうあるんだろうけど、集まる時にだけ集まって、あとは別に一人行動でも全然いいと思うし、むしろそれできない人の方が多いと思うから、すごいかっこいいことだと思う。素敵です。ゴーゴー東京でおすすめの焼肉屋教えてください。コスパが最強で美味しいのはビーフキッチンで、私もめちゃくちゃよく行ってます。でビーフキッチンは何店舗かあるんだけど、ビーフキッチン、中目黒、恵比寿、横浜だったかな
とかにあって、すごく美味しくてコスパ最強でコースがおすすめで、あとは牛松はちょっと高級系なんだけど、牛松よろ肉はちょっと高級系でだけどめちゃくちゃ美味しいから、お祝い事とかの時に使ってます。アリサさんがハイブランドのバッグなどを爆買いすることにマイルズさんはどんな反応しますか？別に何の反応もない。また買ったのとか、いや別に私が自分で働いたお金だから何も言わないし、ただ男の子だから分かんないだろうね。なんで私がシャネルのバッグにそんな金額を出すのかとか、なんで私がもう持ってる黒いバッグがまたちょっと似たようなのもう一個欲しいのかとかって男の子にはきっと分からない次元の話でさ。でも私が満たされてればマイルズはそれが幸せだから大丈夫です今やりたい美容施術ありますか？私はリジュランです。韓国系かなこれ。私は普通にシミ取りたいですね。そのくらいかな。あとリフトアップもしたいんだけど、糸は怖いじゃん。でここ切るやつはいつかやるだろうけど40ぐらいになったらかな。なんだろうね、シミ取りたいって感じかな。いつから海外に興味を持ち始めたんですかということなんですが、小学5年生の時にジャネット・ジャクソンのライブに行って、パパに連れてってもらって、家族で行ったのかで、ジャネット・ジャクソンがかっこよすぎてなんだこれってなって、そっから洋楽にハマって、で絶対英語を話せるようになるぞって小5の時に思って、小6の終わりぐらいから英語の勉強、クモンとかだけどをちょっと始めてって感じだから、結構早かったのかな。そんくらいから好きだったし、海外に住んでみたいなとか思って、あと中2の時に初めてロスに行ったのね。ハワイとかは行ったことあったんだけど、そのアメリカ本土の、しかもパリス・ヒルトンとか全盛期の時のロスだったから、キッドソンとかさ、キッドソンあったのかなその時。もうなんか本当に刺激的で、中2だからさバイトもできないしさ、お小遣いだけしかないわけじゃん。けどもう本当になんか全てが刺激的だったの、その時で。レシートも全部持って帰ってきたし、その時スポンジボブが大好きで、スポンジボブのなんて日本じゃさ何もなかったから、アメリカでめっちゃスポンジボブのグッズを買ったり、あとアスとかピープルとかの週刊誌っていうのかなとかも買って、なんだこの紙の質はみたいな。もうその中2の時にアメリカに行ったの衝撃もでかくて、それでさらにもう絶対私アメリカに住んだみたいな、英語を話せるようになってアメリカに住むぞみたいな。その時から英語は好きだったんだけど、ってなっても一度もまだ住んだことありませんし、今のとこ住む気はないかな。だけどそのくらいから海外に興味を持ち始めました。今大学1年でまだ一度も彼氏ができたことないんですが大丈夫ですかね？不安です。いや私も大学1年の時は、大学1年で18歳かなんか初めての彼氏は大学2年でできたので2ヶ月半で振られたんですけど、でそっからその後マイルズだから、私もマジで恋愛経験ないけどこんなに素敵な人に出会えたので大丈夫です。だからもう結構ね、何年彼氏がいない、できたことない、もう何も焦らなくて、焦りたきゃ焦ってもいいと思うんだけど、出会う時は出会うし、私負け犬の遠吠えなんだけど、この彼氏がいないことを負け犬って表現してる時点でごめんなさいって感じなんだけど、私が自分でそう思ってるの。彼氏が超欲しかったから、私は分かんない、この方が彼氏が欲しくなくて作ってないのか欲しくていないのか分からないんだけど、誰かに言われたのが、彼氏じゃ元彼が20人とかいう子いるわけじゃん。けどそれって人間関係だって、彼氏とこれなんか他でも言ったかもしれないけど、彼氏と彼女って究極の人間関係じゃん。自分の欲を出して裸を見せて、大人だったらでいろんな自分の弱い部分も嫌な部分も見せて大体付き合うわけじゃん。でそれの失敗をした数ですっていうことで、それを聞いてなるほどなと思って、だからいくらそんなに何人も何人もとかめっちゃいるとか言っても、それって結局失敗した数だからっていうの言われて、確かにみたいなって思って、それで私はすごく気が楽になったので、だからあなたはまだ一度も人間関係に失敗していないということで、すごくいいと思いますよ。全然焦ることないです。はい、アリサちゃんが好きな YouTube はということで、私はリビングアロンダイアリーズが大好きで、ミシェル・チョイちゃんのすごく見てて、いつも答えてるんだけど、あとジェン・イムちゃんの YouTube は作品としてクオリティがめちゃくちゃ高くて、内容もいいし性格も最高だし、私もこうやって丁寧に生きたいなって思えてすごい好きで、あとはもうミシェル・チョイちゃんとか見てるとおすすめで出てくるクリーンガール系の YouTube を見て、明日は絶対私も5時に起きるわと思ってる毎日です。
今見ているドラマありますか？今ボディーズを見ています。ネットフリックス。なんかちょっと複雑。服の収納どんな感じか教えていただきたいです。こちらのビデオクローゼットツアーをしているので、ぜひこちらを見てみてください。クローゼットなのにフレグランスとか匂い袋みたいなの置いてますか？私はドットール・ブラニエスのアリアっていうディフューザーを衣装部屋に置いてます。母の還暦お祝い旅行でおすすめの場所があれば教えてください。予算は2人で30万ほどです。どこだろう。バリか香港もすごいお手頃、むしろお釣り来ちゃうかも、30万だとって感じで、すごい香港いいんじゃない？なんか一緒に食べ歩きしたり夜景見たり、私も来月行くから結構それで今ピントが合ってるっていうのもあるんだけど、すごいね今ね香港の航空券とかホテルとかが安いみたいで結構おすすめだと思います。投資していますか？していません。したい。誰か私のお金を投資して増やしてください。マイルズがハウル始め出した、ハウルショッピングハウル始めたこの裏で。週何回ピラティス通ってますか？週1では最低行ってます。なんかすごい面白くないんだけど、アリサちゃんってポジティブですか？私は超ポジティブですって来た。私もめっちゃポジティブです。じゃああと1分だから、あと3問頑張るね。1分で3問では無理だね。で3問、じゃあアラーム止めます。3問いきます。 LINE の着せ替え使う派ですか？一切使いません。初期のままです。風買いました。最高です。またポット作ってください。ありがとうございます。そう、ラフランス味をねコラボで出して、こちらなんですけど、ぜひぜひ皆様 CBD で本当リラックスできるし、デザインも可愛いのでチェックしてみてください。パスポート出入国のスタンプどんな感じですか？わかる？ちょっと気になるよね。私は出国だけスタンプをもらって、入国はスタンプを押してないですね。っていうのも普通に何回海外行ったか数えたいっていうそれが一番目に見えるから、出国だけ押してもらってる。じゃあ最後1個ね。ペット飼わないんですかっていうの質問が何件か来てたんだけど、今のところ飼う予定はなくて、なんて言っても私も海外が多いし、マイルズも海外が多いし、お互い出張ばかりなので寂しい思いさせちゃうのがかわいそうなのと、マイルズの実家のワンちゃんは3年前に亡くなって、私の実家のティティはまだ元気なんだけどおばあちゃんだし、ティティがいるし、マイルも行ってくんだけど、なんか欲しいよね。もう犬以外の選択肢はないんだけど、もう私たち2人ともマジで愛犬家で、もう犬が大好きすぎて、犬も私のこと大好きってぐらいもう愛が強すぎてぐらい、もう本当に犬が好きなんだけど、でマイルズのお母さんも実家がすごい近いから、ちょっとあんたたち犬飼いなさいよ、私が見るからみたいななってるんだけど、なんか私小2から犬をずっと飼ってるのね。犬を飼うっていうことの飼うって言っていいの？なんかもうさ、コンプラ系っていうかさ、飼うって言っていいのかな？迎え入れる、家族やん。で飼うと言いますね。私はその犬を飼うことの大変さとか、どれだけ人生において大きな存在になるか、だって本当に新しい家族だからっていうのを分かってるからこそ、サクッとはね飼えないからけど、めっちゃ見る。これかわいい、この種類にしたいとかめっちゃ見るんだけど、だから人の犬にばっかり会いに行ってる、そんな生活です。いつか飼いたいですね。子供とかができたら、絶対に犬は飼う。子供ができたら絶対に、子供がちょっと大きくなったら絶対に犬を飼う。それは決めてます。じゃあそんな感じで今月の Q&A でした。みんな本当にありがとうございました。拾えなかった方毎回すいません。次も募集するのでぜひ送っていただけたらと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。